皆さんこんにちは。年一トラベラーアイアンウッドでございます。さあ、2026年もね、東南アジア2往復 ANA 特典航空券を利用していくんですけども、2往復目のね、変更がなかなか思ったようにならないんですよね。ちょっとね、試しに見てみましょうか。海外特典航空券で特典航空券予約。で、複数都市の方ですね。で、355日前に近いところ見ましょうか。3月8日スタート、3月11日で、東京からバンコクから東京と行きましょう。はい、出てきましたね。4便ありますね。4便あって、なんと1便以外全部空席ありますね。だったらこの朝便行きましょうか。これが一番東南アジア行く場合一番多いパターンだと思うんですけど。帰りもね、2便あるじゃないですか。深夜便はさすがにないのか。ね。だけど、朝便と昼便がありますから選べますよね。こんな感じでね、超繁忙期じゃなければ、今ね、やっぱり円安とか物価高とかで海外旅行行くと明らかに減ってます。なんでね、以前よりは取りやすくなってます。ところが超繁忙期はそうはいかないんです。ちょっと再検索しますよ。これを12月の29日にしようかね。で、1月の、2日にしようかね。こんなん取れるんやったら僕行くんですけどね。そうだわね。エコノミーもプレエコもビジネスも全部空席待ちですね。とりあえずこれで次見ましょう。帰りの方がより空席待ちすらない便があるんですけど、空席待ちは取れますね。で、次行きましょうか。これでね、実は、仮ですけど予約はできるんです。必要マイルは多いね。95,000マイル。お支払い総額、所税とか燃油サーチャージね、44,190円。で、ただし、行きも帰りも予約待ちですから、私に降りてくる確率がさあどの程度あるのかっていうような話です。これは実際に予約してみないとわかんないです。ただね、これしちゃうとぐるぐるツアーできないんです。ANA 特典航空券の方になりますので、提携航空会社特典航空券の場合は予約待ちができません。なので、空いてたら取れる。空席待ちとか、空いてない日は取れないっていうことになります。で、僕のね、この時12月の時ね、どうだったかっていうと、僕はね、予約をね、変更かけようと思ったけど、どうだったかっていうとね、12月24日出発は空きがあったんです。で、25日以降はもうダメです。だいたいね、9時から9時から予約始まるじゃないですか。もう10時頃にはね、なくなってました。26もしかり、27もそう、28も29も30もそうだったんです。潮目が変わったのはね、31日出発分からはちらほらね、空きが出だしたんです。で、1日も空きがありました。なので、僕はもうね、31日とりあえずそしたらね、やっぱり年末年始に空気、嗅ぎたいから、もうカウントダウンが無理でもね、31日出発でね、予約をかけようかなと思ったんですよ。で、31日に日本から出発して、バンコクで、だいたい3日ぐらいいれば、次1月3日出発ですね。1月3日出発で、シンガポールが4日、マニラが5日、で、羽田が6日、で、高松が7日っていう形ですね。あるいは6日で同日帰れたら6日に帰りますということで、そのね、日程変更を ANA のコールセンターにお願いしたんですよ。そうなんです。でね、お願いして、僕の希望をパパパーとね、お姉さんがコンピューター叩いてくれて、そしたらね、僕はそのお姉さんに話をする前に、こちらのサイトで空席があるのを確認してるんだけど、ダメだって言うんです。なんでダメなんて聞いたら、
シンガポールからマニラ行きに空席がないんだというんです。いや、そんなはずないよ。ね。で、万が一そうだとしても、シンガポールからマニラって1日4便あります。で、僕のね、希望した時間でないのでも構いませんから、なんとかなりませんかって聞いたら、その日は全便満席ですと。翌日だったら取れるというんです。いやいや、翌日だったらね、高松帰ってこれないんですよ。355日前にはね。356日前になるので、今日予約は可能できない。わかりました。なら、明日かけます。ということでね、その日は、あっさり引き下がったんです。で、翌日かけたんです。翌日かけたんだけど、さあどうなったかに関してはね、もう一回ごめんなさい。引っ張らせてください。いやー、思った通りならないですわ。ほんとね、ANA 特典航空券、去年大丈夫だったことが今ダメだっていうことに僕は直面してるんですよ。その話を来週金曜日にいたします。ぜひチャンネル登録していただきまして、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。